レギュラー満タン、ガソリンを入れて向かう先は今年で3回目になる岩手県の田瀬湖。一旦突き立てで降りてガソリンを満タン。前沢サービスエリアでかき揚げそばとミニ牛丼のセットをいただきます。ということで、おはようございます。 SBFJ 利根川です。岩手県花巻市の田瀬湖に到着しました。釣れるかどうかはこのもやがいいのかはとあれですけど、釣れてるから片網入れるとちょっとプレッシャー与えちゃったね一昨年去年と2度秋の田瀬湖へ来ていますが、未だにヘラブナを仕留められておりません。斜面は滑りやすいので用心して荷物を下ろします。いやー、雰囲気いいな。台をちょっと左に向けて、あそこの L 字になってるところを狙います。浮き込みでみっちり水面が埋まっているので、釣り台を準備する前に熊手でお掃除します。これは先端にペットボトルがついている棒。本来海釣りの網をくっつけて使うタモの柄を伸ばします。長さ9メートルでゴミを避けます。止めます。おい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 、今釣り台の準備が完了しましたとか、取れてたのか。横木カチャン、サーボケのところ前カチャン、後ろカチャン、サイドテーブル、座布団、背もたれ。これ今取れてたのかわからない。取れてなかったらこれ使ってます。ゴミは避けて、必要に応じてこれで書いていきます。頑張ります。カメラをセットしていきましょう。田瀬湖の美味しい水確保。ここに水を入れちゃいます。ぐる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 てんぐるぐる。給水。コンパクトタオルを給水。なんかの甲虫がいますね。釣りしてるとこういうの昔は嫌だったんですけど、なんか全然気にならなくなります。あそこら辺の木の切れ目の、こっち側ですね。上からも見たと思いますが、そこを狙っていきます。頑張ろう。じゃあ今日の1投目よろしくお願いいたします。誰もいません。ここに誰もいません。頑張ります。結局上から投げて事なきを得ました。水深は意外とあって2メートルまではないくらいでしょうか。少し浮きが立つまで時間がかかります。今回もバランスの底釣りですが、浮きの位置はバッチリ。針数は上30、下39、小イスレ12号に道糸 2.5 号、針数 1.2 号の太仕掛けです。淡々と餌を投入していきますが、かなり眠いのでドーピング。さあ、相田さんにいただいたすっぽんドリンクでも飲みますか。普通の栄養ドリンクですかね。笑っちゃうくらい普通。ごちそうさんでした。まだ8時台ですが、あまりに眠いので車に避難して仮眠をします。おやすみなさい。小1時間寝てから釣り座に戻ると、浮きの立つあたりがゴミで埋め尽くされていました。浮きまで約11メートル、
棒の長さが足りません。めちゃくちゃ長い棒が必要になりました。9メートルと7メートルの田物絵をビニールテープで結合。無事に14メートルちょいのゴミよけが出来上がりました。アイデアを出してくれた地元のおっちゃんに感謝。でもこれがすごい重い。長くてしなる上にゴミの抵抗もこれだけあるとかなりのものでした。だいぶすっきりした気がする。いやー、これでスタートしていいもんだろうか。いや、奥に行っちゃう、大丈夫かな。いや、でも、いやー、怖いな。でも取りすぎて怖いな。右を傾きが変わらなければな。すいませんね、ブツブツ。どうしよう。取る。もう一回掃除しなくても済むようきっちりお掃除をしてから釣りを再開。ですが空振り。いまいち当たりとは言えない動きなのでしょうがない。またしても空振り。ちょっと浮きが動き始めたところでお昼休憩。利根川の大好物を詰め込んだ夢のようなメニュー。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。水がじわりじわりと増えていることもあって、実はお食事タイムに入る前に釣り台を後ろに下げてこっそり21尺を用意していました。奥に生えている木にはかすらずに済んだので、竿が21尺の 6.3 メートルプラス仕掛け分の 12.6 メートル以上離れているようです。食後は割と早く反応が出始めて、いかにも食ってそうな鋭くて小さい当たりが出ているんですが乗りません。これも食い上げっぽい動きですがやっぱり乗りません。これだってもう1本前の動画はこれで魚乗りましたよ。21尺だと時々根がかりというか引っかかることがあるので、本来は20尺とか 19.5 尺がいいんでしょうけど、18尺に戻したら割とすぐにヒットです。なんと食い上げ。しかも地元のおっちゃんのおかげで九死に一生を得ました。これでママだったらショックだ。ちょっとそうですね。色がふなふなですよ。あれ外れたかな。背中が黒いぞ。よいしょ。32、3のマブナさん。よいしょ。よっこらせ。ありがとねー。食ってたと思う。いや外れちゃったから分かんないんだ。鯉が何かをやっている。尻尾を出して何かをやっている。パタパタさせて何かやっている。さてここでクイズです。この時期婚姻色が出ている綺麗な魚といえば何でしょうか。次の当たりでその魚が来ます。おわーわわわわわわ。いやウグイがサイズアップした。婚姻色がバッチリ出たウグイが食ってます。ウグイが釣れた直後またウキが踊っているので、ウグイの大群がいるのかと思うじゃないですか。でもこれが違うんですよ。
うわマジか。あれ濁り？食ってたのは30センチほどのニゴイさんでございました。2年前みんなが見る中、よしとニゴイを釣り上げたのを思い出します。ありがとね。正直15時になる頃にはのんびり片付けをしようと思っていました。ですが現在の時刻は16時45分。夕間詰めに差し掛かって浮きが動き始めてしまい、やめ時を逃しちゃった。よし、これ最後。こう最後って言うと変な動き出るんでしょ。また知ってるよ。ほら上がりうぐいで終了だ。まるでオレンジのオレンジでまるで血のような婚姻色の出たウグイさんです。推定30センチ。いやー、タセコ上がりウグイ終了です。今回も撤収が完了したのは暗くなってからでした。夜ご飯を食べて早めにおやすみなさい。疲れていたので一瞬にして起きる時間でした。ホテルをチェックアウト。コンビニでカップヌードルと煮卵、朝ごはんをいただきます。さあ2日目、斜面を降りていきますが、この動画ここまでの釣りが2日目で、ここからご覧いただく部分が1日目です。なぜこんな構成にしたのか、冒頭のダイジェストでバレているかもしれませんが、よかったら最後までお付き合いください。タセコで今季一発目の釣り台組み立てになりますが、動画でご覧いただく内容としては2回目になるので、パパッと準備してしまいます。よーし、釣り台の準備が完了しました。とりあえずそこにちょぼんってある小島みたいになってるゴミのところ辺をラインを狙います。でも反対側でもバシャバシャしてる。よっしゃ、釣るどー、雰囲気いいどー。さて台に座ってパパッと残りの準備をしちゃいましょう。仕掛けは17号を使います。違う、17号じゃない、いつも間違えてる気がしますが17尺ですね。タセコの美味しい水を水汲みバケツで確保。コンパクトタオルを給水。ゴミは持ち帰りましょう。ぐる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 てんぐるぐる給水。ここまでご覧いただいた2日目の魚はマブナ、ウグイ、ニゴイでしたが、初日はどんな感じだったかというと、ご覧いただくのが早いのでどうぞ。食い上げてた？これはおなじみの、こっちの方でこれ食う人もいる。食うには食うんすかね、この子。昔の人はうぐいちゃんがうぐいちゃん、うぐいちゃん、はやちゃんありがとう。うぐいが釣れたと言っても、それほど浮きの動きは動きっぱなしというわけでもありませんでした。もしかしたらヘラブナが食うかもしれないけれど、この動きははやービチ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 って言ってます。はやちゃんサイズアップ。2匹目のはや、うぐいちゃんです。よいしょ、ありがとうありがとうありがとう。いやー、かなりボテボテの雨が降ってきました。10時を回った頃、天気予報の雨というのが当たってしまいました。チャンスとばかりに続けていましたが反応はなし。少ししたら止む予報だったので、車で仮眠をしてから雨上がりを狙います。雨宿りしているうちにべっちゃべちゃ
いやコンパクトタオルで拭き取ろう。雨が止んだので釣りを再開いたします。ゴミがすごい流れてきましたが、あの下に魚がいると信じて。私の右隣で地元のおっちゃんがレンちゃん移動したらと言っていただいたので、ありがたく。サイズはさておき、体型に似たようなものを感じます。ということで場所を移動しました。さっきの雨のせいで浮世カメラがびっしゃびしゃで、レンズが曇ってマイクも水で音がこもる事態になってしまいました。なんとか動画を撮れる状態になってよかったです。場所を移動してからの30分後、一発目のヒットです。でもそれでせっかくこのありゃあれれ好飲食のバッチリ立ったうぐいさんです。うぐいのヒットから10分、時刻はもう14時です。地元のおっちゃんが釣ってた場所でも一発目はうぐいが釣れて学士、楽しいんですけどね。でもヘラブナを釣りたいじゃないですか。浮きが煽られて泡もポコポコと出ているので、これはまだまだ期待ができるかなと思います。というか、いないわけがないですよね。わたかか？ちょ。お、これは初めてのタセコの本命。来たタセコのヘラブナ。アッパーだった臭いけど、それはすればいいんだ。何はともあれ、初めてタセコのヘラブナをかけたということで、ありがとうございます。今動画を見返すと、当たりからしても送ってなさそうでしたね。アッパーということで次々。パソコンを買い替えたら動画編集ソフトの設定が吹っ飛んだので大変でした。正直今この動画を公開する2時間前です。今ここの場所まで編集が終わってます。後半はだいぶ駆け足になっていますが、あと少し間に合わせるために頑張ります。そして気持ちのいい当たりを合わせちゃうので、どうぞ。これはいい当たりでしたよ。よし、口から尻尾で38。タセコの38、かっこいいけどね。よろしくお願いします。菅原さんが1投目。タセのヘラ38でした。ありがとう。ゴミだらけだな。しかしまだそこにいる。尻尾が見える。モワモワモワンと。まだいるな。面白い。こんな感じでいるときはこんな感じなんだ。菅原さん、ヒット。右から音がしてヒットです。40センチまではないかなと言っていましたが、ざっと測ったら41あったそうで、私も記録更新で40センチを目指していましたが、少しスマホを触ってぼーっとしていたら浮きが上がっていました。仕掛けを回収しようとしたら、どうやら魚がついているようです。
つっちゃってる。釣れちゃってる。やっちゃった。食ってんかな。食ってるくせえな。上がってる上がってる、口から上がってる。あ、これ確実に食ってるのを見た。でも恥ずかしいことに当たり取ってないんです。ちょっと目そらしてたらもう食い上げてたっぽくて目を離した隙に食い上げてました。がっちり、上顎がっちりです。貫いてます。大迫力のタセベラ、確実に食ってた。ありがとう。泳いでた。優雅に泳いでた。ルンルンルン。タセコのヘラブナには出会えないのかなとずっと恋焦がれていましたが、ようやく対面できました。できれば45センチの体高がすごいタセらしいヘラブナをユーマ詰めで仕留めたいところ。もう16時を回って薄暗くなってきたような気がしなくもありませんが、気のせいということにしておきます。やったっすね。サイズダウンしてる気がしますね。ちゃんと食っちゃいますが、すげえサイズダウンな気が37くらいの子ですかね。これは口にかかってたことを確認できる前に外れちゃったのでどうかな。来てくれたことには変わりね。ありがとう。優雅に泳いでった。元気でね。50紙になって帰ってきて。そんなこんなで撤収。毎度おなじみ、撤収には真っ暗になっているパターン。まだ肉眼では薄暗く見える状態なので手早く片付けをしてしまいます。皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。利根川による利根川のためのタセコ、3年連続通いましたが、ようやくヘラブナを仕留めることができました。ヘラブナを仕留めることはできましたが、40紙が釣りたい、タセコのかっこいいヘラブナの40紙が釣りたい利根川でございました。疲れて頭が働いてないのでここら辺で失礼いたします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。編集間に合いました。これから動画を書き出しつつ急いでサムネを作ります。ということで、先月のガソリン代と ETC 代が6万円オーバーで血の涙が止まりませんが、また次の動画でお会いしましょう。